アクチュエーターの可動部を設定する方法について説明します。本動画は、アクチュエーターのモデルをインポートし、可動部を一つ設定する方法の続きから設定します。アクチュエーターの X 軸方向の可動部のみ、設定完了しているファイル、アクチュエーター1 after.vcmx が必要です。本動画では、Z 軸方向に動作する可動部と、Z 軸を中心に回転する可動部と、ワークをつかむハンドを設定します。Z 軸方向に動作する可動部を設定します。アクチュエーターの灰色の部分をすべて選択します。コントロールキーを押した状態で選択をすることで、複数のジオメトリーやコンポーネントを選択することができます。右クリックしてメニューを開きます。抽出から抽出リンクを選択し、新しいノードに抽出します。コンポーネントグラフウィンドウにリンクアンダーライン2が追加されたことがわかります。リンクアンダーライン2に動作の詳細を設定します。ワークをつかむとき、高さを調整するため、リンクプロパティウィンドウで、ジョイントタイプを直進、軸を-Z に設定します。既存のノードとは、異なるタイミングで動作できるようにするため、コントローラーをクリックし、新規サーボコントローラーを選択します。コンポーネントグラフウィンドウのビヘイビアに、サーボコントローラーアンダーライン2が追加されたことがわかります。リンクアンダーライン2の稼働範囲を設定するため、リンクプロパティウィンドウの最小リミットを0、最大リミットを250に設定します。ノードを移動させるときの最大速度、最大加速度、最大減速度を設定します。最大速度に1000、最大加速に4000、最大減速に4000と入力します。マニピュレーショングループのインタラクティブを選択します。3D ワールドでリンクアンダーライン2をドラッグします。リンクアンダーライン2が Z 軸方向に動作することがわかります。3D ワールドでリンクアンダーライン1をドラッグします。リンクアンダーライン2はリンクアンダーライン1の動作に追従しないため、リンクアンダーライン1の動作に追従するように設定します。リセットボタンをクリックします。コンポーネントグラフウィンドウのリンクアンダーライン2をシフトキーを押した状態で、ドラッグ&ドロップし、リンクアンダーライン1に入れます。シフトキーを押し忘れて、ジオメトリーが移動した場合、シフトキーを押さずに、ドラッグ&ドロップで、ノードから出すことで、ジオメトリーを元の位置に戻すことができます。新しいノードを追加するとき、コンポーネントグラフウィンドウのリンクアンダーライン1を選択した状態で、構造グループのリンクをクリエイトをクリックすることで、自動的にリンクアンダーライン1の個階層に入れることもできます。3D ワールドでリンクアンダーライン1をドラッグします。リンクアンダーライン2はリンクアンダーライン1の動作に追従することがわかります。リセットボタンをクリックします。Z 軸を中心に回転する可動部を設定します。ジオメトリーを選択し、新しいノードへ抽出すると、回転運動の中心軸はコンポーネントの原点と同じ位置になります。アクチュエーターの円形部品の中心を回転運動の中心軸に設定するため、ジオメトリーが設定されていないノードを作成します。コンポーネントグラフウィンドウのリンクアンダーライン2を選択し、構造グループのリンクをクリエイトをクリックします。リンクアンダーライン2の中にジオメトリーが設定されていないリンクアンダーライン3が追加されたことがわかります。リンクアンダーライン3の中心軸をアクチュエーターの円形部品の中心に移動します。ツールグループのスナップを選択し、3D ワールドで目的の位置をクリックすることで中心軸を移動することができます。3D ワールドでアクチュエーターの円形部品の中心をクリックします。リンクプロパティウィンドウのオフセットに中心軸の位置が設定されたことがわかります。
リンクアンダーライン3に動作の詳細を設定します。アクチュエーターを回転させるため、ジョイントタイプを回転、軸をプラス Z に設定します。既存のノードとは異なるタイミングで動作できるようにするため、コントローラーをクリックし、新規サーボコントローラーを選択します。コンポーネントグラフウィンドウのビヘイビアにサーボコントローラーアンダーライン3が追加されたことがわかります。リンクアンダーライン3の稼働範囲を設定するため、リンクプロパティウィンドウの最小リミットを0、最大リミットを180に設定します。ジョイントタイプが回転の場合、最小リミットと最大リミットは回転角度の最小値と最大値を示します。リンクアンダーライン3に動作するジオメトリーを設定します。コントロールキーを押した状態で、アクチュエーターの水色の部分をすべて選択します。選択したジオメトリーは、コンポーネントグラフウィンドウのルート、アクチュエーターでハイライトされます。シフトキーを押した状態で、ハイライトされたジオメトリーをコンポーネントグラフウィンドウのリンクアンダーライン3にドラッグ&ドロップします。3D ワールドでリンクアンダーライン3をドラッグします。リンクアンダーライン3が Z 軸を中心に回転することがわかります。3D ワールドでリンクアンダーライン1とリンクアンダーライン2をドラッグします。リンクアンダーライン3はリンクアンダーライン1とリンクアンダーライン2の動作に追従することがわかります。リセットボタンをクリックします。ワークをつかむハンドを設定します。コントロールキーを押した状態で、ハンドの片側をすべて選択します。右クリックしてメニューを開きます。抽出から抽出リンクを選択し、新しいノードに抽出します。コンポーネントグラフウィンドウにリンクアンダーライン4が追加されたことがわかります。同様に、ハンドの反対側も新しいノードに抽出します。コンポーネントグラフウィンドウにリンクアンダーライン5が追加されたことがわかります。リンクアンダーライン4に動作の詳細を設定します。ワークをつかむ動作をするため、リンクプロパティウィンドウでジョイントタイプを直進、軸をプラス Y に設定します。既存のノードとは異なるタイミングで動作できるようにするため、コントローラーをクリックし、新規サーボコントローラーを選択します。コンポーネントグラフウィンドウのビヘイビアにサーボコントローラーアンダーライン4が追加されたことがわかります。リンクアンダーライン4の稼働範囲を設定するため、リンクプロパティウィンドウの最小リミットを0、最大リミットを10に設定します。リンクアンダーライン4がリンクアンダーライン1、リンクアンダーライン2、リンクアンダーライン3の動作に追従するように設定します。コンポーネントグラフウィンドウのリンクアンダーライン4をシフトキーを押した状態でドラッグ&ドロップし、リンクアンダーライン3に入れます。3D ワールドでリンクアンダーライン4をドラッグします。リンクアンダーライン4が Y 軸方向に動作することがわかります。3D ワールドでリンクアンダーライン1、リンクアンダーライン2、リンクアンダーライン3をドラッグします。リンクアンダーライン4がどの動作にも追従することがわかります。リセットボタンをクリックします。リンクアンダーライン5に動作の詳細を設定します。ワークをつかむとき、リンクアンダーライン4の動作に連動して、リンクアンダーライン4とは反対方向に動作するため、リンクプロパティウィンドウで、ジョイントタイプを変換フォロワー、軸を-Y に設定します。ドライバーは、動作を連動させるために参照する別のノードの運動量を設定します。ドライバーをクリックすることで、リンクアンダーライン1から4の運動量を選択することができます。サーボコントローラーアンダーライン4の J4 を選択します。リンクアンダーライン5がリンクアンダーライン1、リンクアンダーライン2、リンクアンダーライン3の動作に追従するように設定します。コンポーネントグラフウィンドウのリンクアンダーライン5をシフトキーを押した状態で、
ドラッグ&ドロップし、リンクアンダーライン3に入れます。3D ワールドで、リンクアンダーライン4をドラッグします。リンクアンダーライン5が、リンクアンダーライン4の動作に連動し、リンクアンダーライン4とは反対方向に動作することがわかります。3D ワールドで、リンクアンダーライン1、リンクアンダーライン2、リンクアンダーライン3をドラッグします。リンクアンダーライン5は、どの動作にも追従することがわかります。リセットボタンをクリックします。アクチュエーターの可動部を設定する方法についての説明は以上となります。ご視聴いただき、ありがとうございました。